どうも、ご安全に制汗溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はちょっといつもと違う感じかもしれませんが、毛書き割りの製作について紹介します。まだ私が若い頃に師匠に言われた言葉で、自分で道具を作り出すと一人前と言われたことがあります。長年制汗溶接に携わっていると、こんな道具があったらななんて思うことがあります。その道具は最近では売っていることもありますが、自分で作ると愛着も湧きますし、何より自分の使いやすいものが手に入るので、長く大事に使えると思います。自作道具はいろいろとありますが、今回は毛書き針を紹介します。たかが毛書き針、されど毛書き針です。銀蝋での溶接で作りますが、私にとってはとても特殊な溶接です。皆さんも興味があるのではないかと思います。練習がてらでもチャレンジしてみてはどうでしょうか。いろいろなものを溶接できますし、とても奥が深いので面白いと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価やハイプなど皆さんからの反応と応援が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。皆さん、毛書き針は使いますか？私は結構使います。マジックや修正ペンや石筆などを使ってマーキングすることもありますが、毛書き針で毛書いたところは消えませんし、動画のように細い線を毛書くことができるので、毛書きたいところと毛書いたところの誤差がほぼなく正確に毛書くことができます。筒の4芯の両端を毛書き針で毛書いて、そこに墨を打ったりしています。鉄だと黒皮がついていても簡単に毛書くことができるので、私は重宝しています。もちろん傷が NG な製品には使えませんが、便利な道具だと思います。ただ、使っていると先がすぐに丸くなってしまいませんか？その度にグラインダーなどで先を尖らせないといけないですよね。私の使っている毛書き針は使用頻度にもよりますが、1年に1回尖らす程度です。先に砕いたチップを銀蝋で溶接しているからです。チップとは旋盤などで使われる超硬合金などの硬い材質で作られた三角形の刃のことを言います。そんなの手に入らないよって人は、旋盤などを扱う機械加工屋さんに使わないチップをいただけないでしょうかと相談すれば、いくらでも譲ってくれると思います。今はサーキットベベラーのチップを砕いて使っています。ちなみにコンパスの先端なども銀蝋で溶接されています。最近は金属が高くなって銀もとても高価ですが、ホームセンターなどにも売っていますし、私の知っている業者さんなら1本単位で売ってくれます。皆さんも銀蝋の練習がてら作ってみてはどうでしょう。前置きが長くなりましたが、製作する工程を見てみましょう。まずは 5mm の溶接棒のフラックスを叩いて取り除きます。棒は何でもいいのですが、私は 5mm くらいが使いやすいように思います。この溶接棒は 550mm の長さなので、半分にして 225mm にします。長すぎても使いにくいですよね。先端を少しテーパーに削っておきます。次に先端に溶接するチップをハンマーで砕きます。もともとはこの形なのですが、ハンマーで叩くと3つに割れます。このうちの1つを使います。
フラックスを棒の先端と砕けたチップにも塗っておきます。フラックスは私はたっぷりめに塗っています。では溶接する形に棒とチップを置いて銀ロウで溶接します。ガス溶接機がないのでガス切断機を使って火をなるべく小さくしています。直接炙る前に周りを予熱するように習ったのでそのようにしています。銀ロウ溶接は失敗してうまく銀ロウがつかなかった時、そのまま再度銀ロウを入れて溶接してもつきません。一発勝負なところがありますので、失敗した時は再度削り直してからチャレンジしましょう。私も銀ロウは本業ではないので、もしプロの方が見てアドバイス等あればコメントで教えてくださいね。ではグラインダーで成形していきます。もし銀ロウがうまくついていなければ、削っている時にポロッと外れてしまいます。先が尖れば終了です。こんな感じに毛書きを入れることができます。研ぎ方と毛書き方次第で切り子が出ることもあるくらい毛書けます。このままだと置いた時に転がっていってしまうので細工をします。こんな感じになりました。どうでしょうか。一度作ると大事に使えば10年以上使えます。落としたり雑に扱うと先のチップが折れてしまうことがあるので注意しましょう。気になる人は作ってみてくださいね。はい、どうでしたか。職人たるもの長年仕事をしていると身近な道具にもこだわりが出てくると思います。より良い道具を使って効率的に気持ちよく仕事をしたいものですよね。皆さんのお気に入りの自作道具などありましたらコメントで教えてくださいね。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価ハイプの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。